はい、どうもゆうです。今回はですね、おすすめディフェンス、現時点でのおすすめディフェンス、相手に使えて嫌な選手、自分が使って強かったと思った選手を紹介していきたいと思います。でですね、今回に関しては、相手に使われたりとか、自分が使ったことある選手のみになるんで、使われたことない選手とか、ちょっと今回、特にハーランドとか、こういう感じの選手とかまだ使われてないので、ちょっとその辺はご紹介省かせていただきます。コンパニーとかですね。ハーランドも使われ回かな。もうちょっと回数が少なすぎてちょっとわかんないんで、その辺も含めて話していけたらなと思います。では早速見ていきます。まずはじめにですね、こうかな。ファンデフェンになります。やっぱり強いですね。予測ないんですけど、普通に強いですし、これのやっぱエボ、金からのエボもそうですし、TOTW からのエボも含めて予測持ちになった、ファンデフェンがめちゃくちゃ強いなと思います。やっぱり足速い選手は、やっぱりセンターバック強いですね。抜けたと思っても追いつかれますし、カバーリング力、スピード含めてやっぱり優秀だなと思います。特に容赦なし持ちファンデフェンも過去作れると思うんですけど、あれはあれでめちゃくちゃ厄介なんで、本当嫌な選手だなっていう印象残ってます。10万台、20万台選手ですね。はい。でですね。次になります。イエローになります。これやっぱ40万まで来ましたけど、初め15万ぐらいでした。で、ディフェンダープラプラで予測インターセプト、ブルーザイアリアルということで、プレスタもめちゃくちゃ優秀ですし、ディフェンス値94。これがシャドウつければ、ほぼ全部カンストですし、フィジカルも91で、スタミナも85あって、ペースが若干遅いかなと思うんですけど、それでも十分やれるという感じですね。あとレース差も89あって、リアクションも86あって、パスもある程度うまさありますし、ロブタツもあって、ブロックも全部持ってるんで、本当に強いセンターバックで、しかもアイコン枠で、これが40万でもまだ十分安いかなって感じるぐらいの強さかなと思います。おすすめ選手になるかなと思います。はい、次ですね、組んでなります。やっぱこれも強いですね。自分はサイドバックでメインで使ってますけど、やっぱセンターバックでも過去使ったことありましたけど、十分やれました。早く予測がついてほしいなと思うんですけど、なくてもインターセプトを持ってて、そこのカバーリング力と、やっぱ俊足持っててのこのペースの速さですね。やっぱファンデフェンと被るとこあるんですけど、フィジカルもある程度ありますし、若干弱いには弱いんですけど、ただやっぱ、あと容赦なしですね、フルでスタミナ持たせれるというところも強いのかなと思います。組んでめちゃくちゃ強いですね。サイドバックとしても超優秀かなと思います。はい、次ですね、カピタ。個人的にはなんかサイドバックで使ってる時に手を結構自分上げるんで、そこをめちゃくちゃ止められる印象があって、やっぱりカピタ強いなと思いました。どこにでも顔出してくるし、で、センターバックで使われる時もすごい存在感があって、予測プラやっぱインターセプトっていう組み合わせとジョッキ、あと容赦なしっていう組み合わせが非常に強いのかなと思います。あとトークンでね、一応これ無料でもらえるっていうのもでかいのかなっていうのもあって、結構使ってる人多く見ました。確実に、トークンでカピタもらうっていうのも一つありだなと思いますし、あとはアイコンピックとか、もうどっちもありなんですけど、確実に14個でもらえるっていうのは結構美味しいかなと思うんで、悩んでる方はこういうのもありかなと思います。カピタ本当強いなと思います。ただね、先ほども言いましたけど、この新選手が出たんで、ちょっとその価値が減ってるんで、自分は今悩んでます。はい。この動画撮ってる時はめちゃくちゃ悩んでます。もう多分すでに引いてると思うんですけど。で、大工。使いました。エアリアルプラスというか、やっぱり、コーナーキックの得点が減ったんで、ちょっと得点で減ってしまったんですけど、それでもやっぱ強いなと思います。単純な C 部分が強すぎますし、カバーリング力含めて AI の部分を含めてめちゃくちゃ強いなと思います。またコーナーキックがもうちょっと強くなれば、また強く値段上がるんだろうなと思いながらも、あと、ほぼほぼ濃厚でプレスタプラス1個つくかなっていうところもあるんで、もっと値段上がる可能性あるかなっていうところはありますね。ちょっと自分は300万ぐらいで売っちゃいましたけど、本当に使用感めちゃくちゃ良かったです。で、サリバ。強いですね。はい。やっぱり予測プラもう本当強いなと思います。インターセプトもあって、エアリアル
もうこれが最高だなと思います。アップグレ入るまではちょっとあれってなってたんですけど、エアリアルとインターセプトついたことが本当に非常に良くてですね、ベースも86あって、スタミナが本当弱点ぐらいで、それ以外はまあ文句ない選手かなと思います。蹴み回せやすいですし、ちょっと高額ですけど、本当強い選手だなと思います。はい、次ですね、マイコン。これもめちゃくちゃ強すぎます。はい、もう謎に強い右サイドバックで、能力だけ見たら、プレスタ見たら、そんなに強く見えないんですけど、フィジカルとかもちろん高いんでそこは強いとは思うんですけど、能力以上に本当強く感じる。左の手を並みの上がりと戻りもあって、で、強さもあるっていう。これ、結構配数、これ、マイコンが出てる時の3段の時の配数が結構多いなと思ってたんで、この価格ですけど、排出量じゃなかったら絶対もっと高かっただろうなと思うぐらいの存在感があるなと思います。普通に強いですね。右サイドバック上げたい方は、マイコンありかなと思います。はい。次ですね。ちょっとテオがこっちかな。はい。テオになります。もう自分も本当にこのテオに何回も助けられました。FCS も助けられて、めちゃくちゃ強い。もうウィングバックプラプラが正義すぎるのと、このテオ、金も黒も強いんですけど、ウィングバックだと本当このテオが戻り早すぎて、異次元すぎてマジで強いです。得点源にもなるし、守備の貢献度も高いし、もう本当この代わりが効かないなっていうぐらい、200万も納得するなっていうぐらいの本当強さかなと思います。本当に強いです。マジで強かった。で、右サイドバック、ティラムですね。これは、サンダーかな、今多いのは。やっぱ右サイドバック、ティラムの時の抜けなさがやばいです。もう絶対的サイドバックすぎます。で、このベースの時にしかちょっとセンターバックは試してないんですけど、センターバックだと全然ダメでした。やっぱ無印になるからだと思うんですけど、ちょっとサンダーの方では自分当たってないし、買ってないので試してないんですけど、ちょっとセンターバックはきつかったです。ただサイドバックとしてはめちゃくちゃ優秀でした。本当おすすめ選手です。はい。次ですね。相手にいてめちゃくちゃ嫌。スタン。本当にね、存在感やばい。もうめちゃくちゃ取られる。予測とインターセプトエアリアル。ほんでそんなに言うほど使ってる人多くなくて、高いからっていうのはあると思うんですけど、なので、あんまり対人してないのもあって、本当間合いの取り方が難しい。ただやっぱ、対人戦めちゃくちゃ強いし、普通に取られるし、インターセプトされるし、もう本当トップクラス。このスタンをしょっぱなもらえてた方は、マジで羨ましいです。本当最強選手だなと思います。はい。こんな感じかな。で、自分的にはスパサブターは本当強かったなと思います。今はちょっとエアリアル環境じゃなくなったんで、そこまでなんですけど、それでも予測ジョッキで、ター自体がファンダイクとほぼ体格似てるってことで、本当ボール取り感もいいですし、足の伸び感もいいんで、個人的にはスパサブでずっと入れてました。予測プラのデリフトとか、入れるのも一つありかなと思うんで、そこは結構好みになってくるかなと思います。って感じかな。はい。あとはコナテとかですね。このスカバと、コナテはもう絶対入ってきますね。目標でもらえたコナテと、今回のこのラクロワであったりとか、ラクロワちょっともらえてる方少ないんで、ほぼ見ないですけど、その辺はやっぱりおすすめに入ってくるかなと思います。はい。ということで、以上になります。よければですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、また。紹介最後にしたいと思います。FC25 の転売情報になります。こんな感じでですね、情報を出しております。今一応自分としてはサーバーを3つ持ってまして、いろいろあって3つになったんですけど、転売情報をメインにしている自分だけがほぼ投稿できる、サーバーと、もう一つは相談ですね。質問であったりとか、転売情報に対しての、質問系であったりとか、あと SBC アンケート、リーク情報であったりとか、こうやって YouTube の、自分の YouTube を載せてたりとか、あと雑談ですね。皆さんが、こんなこと困ってるとか、コントローラー設定であったりとか含めて、バグとかも含めてですね、情報をしたりとか、例えば X とかでいい情報であったりとか、プレイ面含めて、その辺の情報共有した方がいいなっていう部分があったら、ここに上げてるという感じになります。あとはですね、SBC アンケートとか質問も入れて、
これ作るべきじゃないかっていう部分も、この辺で見たりとかもできるっていう風になっております。市場とかもそうですね。質問、皆さんから自分が上げた投稿に対してあったりとか、これいつ売りましょうとかいうのも含めて、この辺で相談できるようにしているという感じになります。で、こういった感じでですね、サーバー、エボリューションおすすめだったりとか、これはもう490を特典にしてるやつなんですけど、スカット相談であったりとか、ゴール集解説おすすめ選手、あとコーチング動画に対しての、あれですね、ご希望であったりとか、あとはプレイ相談。で、ここにプレイ動画ということで、例えばこのシーン、どうやったら守ったらよかったですかとか、どうやって決めたらよかったですかとかいうのを相談できるような部分も作ってますので、こういった部分もできたりとか、あとはカスタムとかコード共有ですね。あとはフレマっていうのは、定期的にフレマ会やったりとかですね、そういうのもやったりもしてるっていう感じになっております。はい。メインはやはりこの転売情報のここの部分になると思うんで、金であったら特殊シルバーアイテムとかです。あとは過去情報とかも、こういう感じでブラックフライデーであったりとか、各作 TOTY の値段変動であったりとか、アップグレード系ですね。とかはもうここで全部履歴を残していくような形にしてて、FIFA22 からこのような形で情報を取っていってますので、ここに加工作を含めて情報が見れるっていう風になっております。あとは便利機能フットビーとか、フット GG とか含め、その辺のこの機能を使った方がいいよっていう部分であったりとか、成功案件とかですね。こことかはもう正直誰でも入っていただいて、ここを見るようにするのは一つありなのかなと思うんですけど、結構海外の方とかはこれをやってたりはするんですけど、はい。ここは有料会員の方にして、他に関しては全然無料でもいいのかなっていうのは正直思ったりはしている部分ではあるかなと思っております。はい。で、そうですね。メインがここになるので、もし興味ある方とかはですね、ぜひ入っていただいて、Twitch のサブスク、Twitch であれば Amazon プライム入ってる方は無料ですし、それ以外に関しては、Twitch の有料会員もしくは、YouTube のメンバーシップの有料会員に入っていただければ、こちらの方 Discord 招待しますので、よければ入っていただけたらと思います。だからDiscord の方でも、サブスクを作ることができるみたいなことも、聞いてますので、その辺もちょっと今後、取り入れていきながらですね、やっていきたいなとも思っているので、はい。そういった部分も含めてですね、ご質問とあれば、自分の X も含めて DM いただければと思いますので、ぜひお気軽にご連絡いただけたらと思います。で、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。